皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。現在、直行線点法について説明しています。今回は本法を微分方程式へ実際に適用するための式を再整理し、これを固定化コース反応へ適用して本法の計算精度を検証します。これまでに示した級数式、例えばルジャンドルの多項式などでは、級数の指標の始まりを1としました。このため、微分方程式の定義域における先端または末端の値を得ることができません。これを可能にするには、単純に指標の始まりを0とする必要があります。これにより、例えば触媒反応における単体中心での反応物濃度、混合拡散モデルにおける反応器入り口での反応物濃度などを計算できるようになります。改めて書き換えた式を列挙します。Z0 を含めたラグランジュの補完式は1式となります。よって2の1、Zj における y の値は2式で与えられます。1式を微分し、これらに Zj を代入すると、1回微分の値は3式、2回微分の値は4式となります。これらの式に含まれる線点乗数は、1回微分に対して5式、2回微分に対して6式で表されます。また、ラプラシアンに対する線点乗数は7式となります。ここで Pi は8式で与えられます。今、微分方程式が9式により、また境界条件が10式と11式により与えられるものとします。線点乗数の計算の次に行わなければならないことは、これらの値を使って微分方程式を近似することです。そこで9、10、11式を線点乗数からなる級数式により近似すると12式、13式が得られます。この連立方程式は直行線点方程式と呼ばれています。13式を yn プラス1について解き、これを12式へ代入します。これにより得られる一連の式を行列で表すならば、14式となります。ここで行列成分 hij は15式、16式で与えられます。したがって14式の行列演算を行い、従属変数 y について解けば、各線点における y の値、すなわち微分方程式の解が得られます。それでは直行線点法を実際に見返り数面点機構に従う固定化構想反応へ適用しましょう。
その微分方程式は17式、18式、19式で与えられます。ここで単体内の無次元基質濃度 y は x イコール0を中心として左右対称になるので z イコール x2 乗と置き x 座標を z 座標へ置き換えます。これにより21式、22式が得られます。これらの式に対する直行線点方程式は23式、24式で与えられます。24式を y n プラス1について解き、これを23式へ代入して整理すると yi を未知数とする n プラス1個の非線形連立方程式が得られます。これらを行列演算により解き yi の値を求めます。また触媒有効係数を計算するには得られた解を25式へ適用し数値積分を行います。この積分には前の動画で説明したガウス型数値積分公式を使っています。それでは球状単体すなわち g イコール3に対する触媒有効係数の計算値に基づき実際に解いた数値解がどの程度の精度を持つかを検証しましょう。計算精度は相対誤差により評価します。しかし本微分方程式には解析解がありません。そこで基準値として計算値が丸目誤差程度すなわち倍精度計算において15ないし16桁の精度で得られるテーラー級数法による数値解を使用します。この図は旧法により計算した線点乗数を用い C レモジュラス φ イコール1微要数 bi イコール無限大に固定しミカエリス乗数を基準とする無次元基質濃度 βb をパラメータとして変化させた時の触媒有効係数の相対誤差 εef と線点数 n の関係を表しています。n が4以下の時、相対誤差は n の増加とともに著しく減少し、計算値の精度が高くなります。これより計算点の数がたかだか4個の時でも触媒有効係数の計算値は14ないし15桁程度正しくなることがわかります。これは直行線点法の計算性能の高さを表しています。また、この n の範囲では、βb が大きいほど、すなわち反応次数が1次よりも0次に近いほど小さな線点数でより高い精度の解が得られることがわかります。しかし n イコール4以上では相対誤差は n の増加とともに指数関数的に増大します。これは計算値の精度が n の増加とともに減少することを示しています。そして n イコール23以上では計算値は全く正しくなくなります。これは
通常の数値計算の常識とは異なります。なぜならば、線点数が増加するほど、言い換えれば計算点の数が増加するほど計算値の精度は高くなるのが普通であるからです。右の図はルジャンドルの多項式に基づく線点乗数を用いて計算した触媒有効係数の相対誤差を表しています。この場合、n が4までの相対誤差の減少は左の図の9法による結果と同じです。しかし n がそれ以上に増えても相対誤差は増大せず、計算精度は丸目誤差程度に維持されています。すなわち計算値の精度は14ないし16桁程度に保たれています。次の図は bi イコール無限大、ベータ b イコール5の一定とし、φ をパラメータとして変えた時の触媒有効係数の相対誤差イプシロン EF と線点数 n の関係を表しています。差図は9法、渦は改良法による線点乗数を用いた時の計算結果です。φ が大きい場合、基質の拡散抵抗が増大するため、単体内の基質濃度は単体表面から中心に向かって大きく減少します。その結果、計算がより困難になります。このことを反映し、9法に基づく触媒有効係数の相対誤差は、同じ n において、φ が大きいほど大きくなっています。n を増加させても計算値の精度は向上しません。一方、改良法に基づく触媒有効係数の相対誤差は、φ が大きいほど同じ n においてより大きいですが、n を大きくすることにより減少しています。これより計算値の精度が確実に向上することがわかります。そして、φ イコール30という計算が困難な条件であっても、n を35以上に取れば数値解は14桁程度の高精度で得られることがわかります。以上の計算結果の違いは、線点乗数の計算誤差に基づくことが明らかです。9法の場合、前の動画で話したように、n を増やすと桁落ち誤差の発生により線点乗数の精度が低下します。一方、ルジャンドルの多項式を使って線点乗数を計算する改良法では、線点乗数が高精度で得られ、これにより数値解を信頼できる精度で計算できます。直行線点法の長所は次のようにまとめられます。1、計算条件が厳しくない場合、計算点の数が数個であっても、倍精度計算において14ないし16桁の精度で数値解が得られる。2、計算条件が厳しい場合、計算点数を増加させることにより信頼できる数値解を得ることができる。ただし、この場合、改良法により計算した線点乗数を用いなければならない。ここで一つ注意が必要です。ここでの計算値の精度とは、
数値解そのものではなく、触媒有効係数のような積分値を指しています。直接得られる計算点における計算値の精度は、計算条件が厳しくなると大きく低下します。例えば、固定化構想反応では、φ=30の時、単体中心に向かうほど、無次元基質濃度の計算値は著しく減少します。この値が10のマイナス10乗よりも小さい場合、計算値は1桁の精度もなくなります。しかし、数値解を使って総和として計算を行う数値積分では、このような小さな値が積分値へ及ぼす影響が小さくなります。したがって、ほとんどの場合、この問題を無視することができるようになります。以上述べたように、直行線点法は素晴らしい計算法であることがわかります。なお、常に正しい数値解を得たい場合、私どもが開発したテーラー級数法に基づく計算法を利用することができます。これについては後の動画でお話しします。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。